サボテンを連射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はサボテンランチャーを作ってみようと思います。たくさんのサボテンをいい感じに連射できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは飛ばすサボテンを用意します。飛ばしやすいように薄い円盤にしようとしましたが、サボテンは厚さ5センチより薄くできず、一辺の長さも20センチが最大だったので、このくらいにしておきます。重量はちょうど1キロですね。こちらに最小サイズの火薬をつけて、どれくらい飛ぶか試してみましょう。そうすると、なるほど。ちょうどいい速さで飛んでくれてます。こちらをスライムにぶつけてみると、560ダメージを与えられました。まずのダメージなので、よしとしましょう。では、ここからは、点火の仕組みです。今回は火薬と離してくっつけたタングステンに、コンデンサから電気を流すことで、発熱させて点火するようにします。一発だけ発射するのは簡単ですが、連続して発射できるように、トランジスタとコンサを利用した点火装置を作ってみました。こんな感じで、レーザーでコンサを壊すと、トランジスタが通電して、タングステンが発熱する仕組みです。しかし、このままだと、セーブデータをロードすると、勝手に通電して爆発する時があるので、それを防ぐために、もう一工夫しましょう。こんな感じで、通電を遅らせる薄い水晶を入れて、通電用と点火用のコンデンサを1個にまとめました。これなら勝手に爆発せず、コンサンを破壊した時だけ爆発してくれました。こちらをこうやって並べることで、レーザーで順番にコンサンを破壊して、連射できることを確認できたので、さらに数を増やして、もっとたくさん発射できるようにしましょう。とりあえず20個並べて、連射してみようとしましたが、なぜかところどころ発射されないサボテンがあります。多分、コンデンサにつながったトランジスタが熱を吸収しているせいだと思うので、コンデンサとトランジスタの間に電気を通して断熱性も高いコンサンを挟むことで確実にタングステンが発熱するようにしました。弾数も多すぎて重くなっていたので、少し控えめの16発に変更しました。こちらを発射してみると、レーザーがコンサンを次々に破壊していって、それに合わせてサボテンが発射できています。ちなみに、最小サイズのコンサンを破壊するレーザーは、バッテリー1本で十分だったので、バッテリーは減らしておきます。ここから手に持って発射しやすいように、ベアリングを挟んで固定したトリガーとバッテリー、レーザーサイトを追加しました。こちらを手に持って前にいるスライムを狙ってみると、なるほど。ちゃんと発射できてはいますが、反応が大きくて狙いづらいです。そこで反応を少しでも軽減するために、火薬の後ろ側に軽量プラスチックを追加しました。こうすることで、軽量プラスチックが後ろに発射されて反動が軽減されます。早速こちらを持って発射してみると、さっきより反動が減って撃ちやすくなりました。反動がないわけではないですが、十分実用できそうです。これでようやくサボテンランチャーは完成ですね。カメラに向かって発射してみましょう。サボテンを連射できています。サボテンにそれなりの大きさがあるので、弾が見やすいのもいいですね。近くにある木を狙ってみると、レーザーサイトのおかげで、それなりの命中率で当てることができました。サボテンは生物に対して、それなりの攻撃力はありますが、刃物のように尖らせることができないので、ダメージは高くありません。でも見ていて面白いので、よしとしましょう。そして、古代のロボットを狙うと、ほとんどダメージを与えられませんでした。体勢を崩すことはできますが、
これだけで倒しきるのは難しそうです。ロボットは生き物じゃないので、与えるダメージも低いんだと思います。なので、いつものように巨大な木から狙ってみても、全くダメージを与えられませんでした。ドローン工場の壁も同じくノーダメージです。それでも発射されたサボテンが当たって割れて草に変化するのが少し面白いです。もちろん風力発電機を狙っても全くダメージは入りません。サボテンが飛んでいくのは面白いですが、かなり相手を選ぶ武器ですね。それでは次はこちらのサボキャラの大群を狙ってサボテンランチャーを発射してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射してみると、サボテンにそれなりの重量があるので、一発のサボテンでそれなりの数のサボキャラを破壊することができています。硬い相手は苦手ですが、こういう柔らかくで軽い相手なら簡単に破壊できるので、なかなか有効な武器ですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。両手でしっかり持ってトリガーを引くことで上から順番にサボテンが発射されます。反動はありますが、ちゃんと狙えば当たるのでなかなか楽しい武器です。それでは最後はイエロースライムに効くようにそれぞれのサボテンに銀の刃を追加したら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。発射。なるほど。ダメージは与えていますが、そのままサボテンを食べられて回復されてしまいます。なのでなかなか倒せません。近距離で発射しても与えるダメージは変わりませんね。しょうがないのでサボテンランチャーを複数用意して、とにかくたくさん当てていきましょう。なかなか倒せませんが、地道にダメージを与え続けていくことで、やったー !389 ダメージ巨大スライムを倒しました。3つ目のサボテンランチャーで、なんとか耐久力を削り切ることができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたサボテンランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、